はい、哲也です。今日はね、中国 WHO のコロナ起源調査を断固拒否というテーマでお話してみたいと思います。今年の1月の終わり頃でしたかね、その頃から始まった WHO による新型コロナウイルスの起源をめぐる国際的な専門家チームによる、1回目のね、現地調査の結果が、あまりにもひどくてね、評判が悪かったんで、WHO は最近第2弾となる現地調査の計画を発表したんですけれどもね、これに対してはね、案の定中国側が猛反発しているようですよ。僕はこの情報を主にこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。ご承知の通りですね、 WHO は最近武漢市のウイルス研究所や海鮮市場などを含めて中国のコロナウイルスの起源に関して2回目の調査を提案しですね、中国側に、一層のね、透明性を求めていたんですね。1回目の調査では中国側の徹底的な隠蔽工作によりまともな調査ができなかったということなんですね。つまり各国の専門家が集まった調査チームによる調査と言いながら、極めて表面的な調査しか行われず、しかもその上でかつてトランプ政権が強く主張してきたような新型コロナウイルスのラボリーク説、これは中国武漢市のウイルス研究所の実験室からウイルスが漏洩したという仮説ですよね。そのラボリーク説は信憑性が極めて低いと評価されたんです。これ非常におかしいですよね。実際にですね、研究所の内部ね、深く立ち入ってね、検査したわけでもないし、本当に、細かなねデータを見せられたわけでもないんでね、分からないっていうんだったらいいんですよ。ラボリーク説は分からなかったっていうんだったらいいんですけど、信憑性が低いとね、極めて低いという表現が使われたんですよね。これはね、国際社会からね大批判を受けたんですよね。そのこともあって今回 WHO が2回目の調査計画を発表したというわけなんです。ところが中国の保健当局は7月22日、このラボリーク説に基づく2回目の調査計画を断固拒否すると発表したんです。その理由については、中国の国家保健委員会 NHC の蘇益新副主任は、記者団を前にして次のような趣旨の説明をしました。中国の実験室でのプロトコール違反により、実験中にウイルスが漏れ出たという仮説に基づく WHO の調査計画を最初に読んだときは非常に驚いた。我々は常識を無視し、科学に反するような起源追跡計画など到底受け入れることなどできないとね。WHO の責任者は7月の上旬に中国の新型コロナウイルスによるパンデミックの起源に関する調査は、武漢でウイルスの蔓延が始まった最初の日の生データの欠如によって妨げられたと語っていたんですよ。この点に関してもね、蘇氏はプライバシー上の懸念から一部のデータを完全に共有できないという中国の立場を繰り返した上で、次のような趣旨の主張を展開したんですね。我々は WHO が中国の専門家によって行えた考察と提案を真剣に再検討し、新型コロナウイルスの起源の追跡を純粋に科学的な問題として扱い、政治的干渉を排除することを望む。中国はこの研究の政治化には断固反対するとね。さらにですね、蘇氏は WHO に対し他の当局者や中国の専門家とともにウイルスの起源を追跡する取り組みを他国にも広げるよう強く求めたとのことなんです。これはね、要するに暗に中国だけを悪者にするな、ひょっとしたらアメリカとかが起源かもしれないだろうって言いたいんでしょうね。さらに WHO の共同専門チームにおける中国側のリーダー、ヤン・マンネン氏は専門家の意見として、ラボリーク説は極めて可能性が低く、この点に関してこれ以上の労力を傾注する必要はないと主張したんですね。
ところでラボリーク仮説に信憑性を与えている原因の一つにですね、武漢ウイルス研究所が2019年に遺伝子配列やサンプルデータをオフラインにするという決定を下した点があります。この点に関して武漢ウイルス研究所の袁志明教授は、現時点ではそうしたデータベースはサイバー攻撃の恐れがあるため内部でしか共有されていないと、説明したということなんですけれども、仮にねオフラインにする理由がそうであったとしても、国際的な調査団にまでそれをチェックさせないというのはやっぱり理解しがたいですよね。やはりね不透明感というかね、隠蔽体質というか釈然としないものが残りますよ。ご承知の通り、新型コロナウイルスは当初武漢海鮮市場で食用として販売されている動物、コウモリなどのね動物から人間に伝染したものと考えられていました。しかしね、その後武漢海鮮市場では実際にはコウモリは販売されていなかったとかね、2019年の秋には武漢ウイルス研究所の複数の関係者がコロナ感染症によく似た症状で病床に伏していたとか、武漢ウイルス研究所がコウモリを使ってウイルスに関していわゆる機能獲得型研究をしていたとか、これがね生物兵器説にもつながってくるわけですけども、そうしたねトランプ前政権が強く主張してきたラボリーク説を間接的ないし部分的に裏付けるようなさまざまな情報が乱れ飛ぶようになったんですね。それを受けて今年の5月になってようやくバイデン大統領は米国の調査機関にウイルスの起源に関して武漢ウイルス研究所の実験室から漏洩した可能性も含めて徹底調査し、90日以内に結果を報告するように命じたんです。この調査には中国側の協力もある程度必要だったのかもしれませんね。それで今回中国側の調査拒否の一報を受けたホワイトハウスのジェン・サキ報道官は7月22日にバイデン政権は中国の今回の決定に深く失望している。中国当局は無責任であり率直に言って危険ですらあると記者団を前に中国側の態度を厳しく批判しました。ところでこの問題に関する中国側の言い分の解せない点は、ウイルス起源を突き止めることが科学的な態度ではなく政治的干渉だと決めつけているところにありますね。新型コロナウイルスの発生と蔓延が中国の武漢ウイルス研究所付近で生じたことは疑いのない事実なのだから、ラボリーク説も極めて有力な仮説であり、その点に関して徹底調査することが問題の真の原因を突き止め、今後同様の被害を起こさせないために必要不可欠であると捉えるのが真の科学的な態度ではないでしょうかね。何百万人も死んだんですよ、世界中で。これぐらいやらないといけないんじゃないでしょうか。この点に関して中国側は責任逃れのためか徹底的に防御というか隠蔽するので、ウイルスの起源は未だに専門家の間で結論が出ていない状態なんですね。こんな状態のままできちんとした原因究明や再発防止などできるわけがないですよね。さて、中国側が WHO による2回目の調査を拒否したことを受けて、バイデン政権はどのような対応をするんでしょうかね。トランプ政権とは異なり中国の傀儡と言われる WHO にあえて復帰して WHO を内部から改革すると豪語していたバイデン政権ですけれども、今後どうするんでしょうか。このままただ負け犬の遠吠えのように非難の言葉を並べるだけでは何の解決にもつながらないでしょうからね。さあバイデンさんどうするんでしょうか。これからバイデン政権の対中政策及びWHO 改革への取り組みにしっかりと注目していきたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。